日本にはかつて大陸の一部だった島がある。はるか昔、大陸から離れ独自の自然を育んできた神秘の島。絶景や、ほんとすごい。長い年月が生み出した断崖絶壁、どこまでも続く青い海、そして今も残る太古の自然。ここは島根県隠岐諸島。今回は4つの島を巡り、この島に刻まれた神秘の絶景を探しに行きます。皆さんこんにちは、おたたびです。今回は2泊3日で島々に残る絶景を巡る旅に出ます。初めて訪れる場所なのですごく楽しみです。場所は島根半島の北方40キロから80キロの日本海に浮かぶ隠岐諸島。まずは隠岐諸島最大の島、道後を目指します。もう少しで到着します。あれに乗るんやね。はい、到着しました。こちらは七類港です。これからフェリーに乗って隠岐諸島最大の島、道後へ向かいます。道後は七類港からおよそ50キロ、フェリーで約2時間半の船旅です。今回乗船するのは隠岐と本土を結ぶ大型フェリー国賀です。車を乗せたまま島へ渡ることができます。隠岐諸島は4つの有人島と180余りの島々からなります。実はこの島々は約2億5000万年前には大陸の一部でした。日本海が誕生する過程で大陸から切り離され、約600万年前の火山活動によって現在の島の原型が誕生したとされています。そんな壮大な歴史が生み出した絶景や文化に触れながら、今回は4つの有人島を巡ります。2泊3日の旅なんで全ての見どころを巡ることはできませんが、旅の参考になれば幸いです。とりあえずね、まず受付してきます。はい、受付してきました。間もなく乗船開始です。旅が始まるって感じがしてワクワクします。どんな旅になるのか楽しみです。いよいよスタートです。これバックで入るんですね。よいしょ。とりあえず船内の方に向かいたいと思います。無事乗船しました。隠岐の島って人気なんですね。大部屋はもう座れないぐらい人がいたんで、外に来ました。出港しました。これから隠岐諸島最大の島、道後に向かいます。あっという間に海の真ん中です。はい、ようやく島が見えてきました。目の前に広がる景色だけでも本土とは全く違いますね。
間もなく到着です。はい、上陸しました。初上陸ですね。めっちゃワクワクしてます。ちょっと港の方少しうろうろしたかったんですけど、早速一つ目のスポットに向かいたいと思います。この港から車で約25分、15キロの場所にあります。天気が悪くなってきました。ちょっと雨も降ってますね。エディオンとか薬局やスーパーもありますね。コスモスもある。ここからね、少し山に入るんですけど、あと 9.4 キロで到着します。こちらですね、鳥居があります。鳥居を抜けてまっすぐ進んでるんですけど、この先に滝があるようです。よいしょ。到着しました。こちらは壇行の滝で、日本の滝100選と日本名水100選の両方に選ばれています。沖諸島の絶景と検索すれば必ず出てくる場所です。写真では見たことあるんですけど、今から見に行くのがすごく楽しみです。それではね、早速見に行きたいと思います。こんな感じの場所でですね、すごく雰囲気があります。左側に見えてるのが目滝で、落差約40メートルあります。で、この先の右側にですね、小滝があります。その目滝と小滝の間にですね、壇行神社が鎮座しています。で、ここから、この滝がね、よく見える場所なんですけど、うわー、すごい。この滝もすごいんですけど、神社の佇まいもすごいです。こちらが壇行の滝です。はい、こちらがね、壇行の滝の小滝になります。落差がね、約50メートルあるんで、ここからでは画角に入りきりません。すごい。この周辺の岩はですね、約550年前の火山活動でできたもので、この上部の硬い岩に対して、この下部の柔らかい岩が長い年月をかけて浸食されたことで、岩がせり出した独特の地形が生まれました。いや、想像していた以上に神秘的です。水量はね、全然ないんですけど、この周りの景色に圧倒されます。古くから信仰の対象になってきた理由がわかる気がします。550万年という長い年月をかけて、
この景色が作られたと思うと本当に感慨深いですよね。こちらは裏見の滝として、有名な場所でもあるんで、滝の裏側に行ってみたいと思います。こっからですね、この滝の裏側に行けるようです。すごい。こちらが壇行神社です。この切り立った岩の下に鎮座しています。すごい。ちょっとね、カメラに映ってるかどうかわかんないですけど、不動明王が祀られています。こちらが裏見の滝ですね。こんな感じです。映ってるかな。沖に来たら必ず訪れておきたい場所だと思います。すごく神秘的な場所でした。それでは次の目的地に向かいます。あともう少しで到着します。あと5分ですね。はい、こちらですね。到着しました。はい、到着しました。この先にあるようなんですけど、あそこに鳥居が見えてます。結構山の中にあるのかなと思ってたんですけど、この道路からすぐ左手にありました。今目の前に見えているのがですね、乳杉という杉なんですけど、推定樹齢が約800年、高さがね40メートル、そしてこの周囲が11メートルもある巨大な木なんですけど、本当にすごいです。そしてそれがね、こんな道路の真ん前にあるっていうのがすごいですね。で、その乳杉がこちらです。本当にすごいです。写真ではね、見たことあったんですけど、こんなにもすごいとは思いませんでした。離島に来てまでね、この杉を見に行かなくてもって思った方もいらっしゃるのかもしれないんですけど、自分もそのうちの一人なんですけど、これは見に来て正解ですね。実際に見てみないと、わからない迫力があります。残念ながらですね、こっから先には進むことはできないんですけど、この距離で見る杉が一番迫力があります。信じられないぐらい冷たい風が来ます。まるでこの木が呼吸してるみたいです。いや、地球って本当に不思議ですよね。それでは次の目的地に向かいます。出発です。いい天気になってきましたね。よかった。こちらでね、お昼ご飯いただきます。こちらのレストランなぎでちょっとお昼ご飯いただきます。
こちらはこのお店の人気メニュー、ビフカツ定食です。で、こちらのお肉は島根和牛を使用しているそうです。で、こちらは妻が注文した隠岐黒磯牛のローストビーフです。おー、すごっ。こんな感じでですね、隠岐黒磯牛をふんだんに使用した丼です。それではいただきます。ジューシー、柔らかくて、このソースが絶妙に美味しい。ローストビーフ美味しい。バカうまいよ。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。それでは次の目的地に向かいます。外観を見ると飲食店ってわからないんですけど、お客さんが多くてね、びっくりしました。そしてね、料理も本当に美味しかったです。はい、こちらですね。こちらは玉若洲御事神社です。沖で最も格式の高い沖ノ国一宮として古くから多くの人々の信仰を集めてきました。主催人は玉若洲御事で、沖の開拓にゆかりのある神様とされています。沖の歴史や文化を今に伝える島を代表する神社です。じゃあそれではね、早速参拝したいと思います。こちらは八尾杉です。樹齢約2000年とも言われていて、国の天然記念物に指定されています。こちらの階段なんですけど、お祭りなどの行事ごとに馬が通るそうで、その馬が歩きやすいようにですね、この階段が低く設計されているそうです。想像してたよりもですね、すごく重厚感があります。派手さはないんですけど、長い歴史を感じる落ち着いた雰囲気があります。で、こちらがね、本殿ですね。一回り大きな屋根で覆ってるのが特徴で、この建て方は沖造りと呼ばれる沖独特の建築様式です。この佇まいがすごくかっこいいですね。はい。それでは今日泊まる宿の方に向かいたいと思います。よいしょ。まもなく到着します。おー、立派なお宿。今日宿泊するお宿はですね、こちら羽衣荘です。全11室の小さな宿で、温泉ではないんですけども、波の音や夕景、いさり火、そして星空など島ならではの景色をゆったりと楽しめるのが魅力の宿です。で、今夜はですね、沖で採れた新鮮な海の幸もいただけるそうなんで、すごく楽しみです。こちらにね、有名な船小屋があります。ちょっとね、こっからじゃ見にくいんで、そこの防波堤まで歩いていきます。なので、こっからだとよく見えます。柳の松原船小屋群が広がっています。この船小屋は漁船を風や波から守るために作られたもので、現在も利用されているものがあります。昔ながらの船小屋が並ぶ風景は沖を代表する景観の一つです。有名な船屋群も見れてよかったです。沖諸島で最も海に近い宿と言われてるんで、
この宿から見える景色は絶景なんだと思います。はい。それではね、チェックインしたいと思います。こちら入り口入ってすぐ左手がフロントです。反対側がですね、こんな感じの景色が広がってます。この目の前に見えてる島がすごくね、迫力があります。本当だったら今からろうそく島を見に行く予定だったんですけど、天気はいいんですけど、夕日が見れないそうなので、フェリーが欠航になりました。沖諸島といえばろうそく島なんですけど、そのろうそく島を見れないのがすごく残念です。2階がですね、お風呂ですね。この景色を見ながら、お風呂に入れるそうです。で、入り口入ってきてすぐこちら側にですね、ウェルカムドリンクがあります。島根県産 100% 島の伝統ハーブ福木茶、そして、コーヒー、紅茶、オレ、マスカット&グレープティーっていうのがあります。こちらには浴衣があって、好きな浴衣を選ぶことができます。で、この奥はですね、食事会場ですね。わ、すごい生けすがあります。でっかいサザエ。いやー、今晩めちゃくちゃ楽しみです。それでは今日泊まる部屋を見に行きたいと思います。お部屋は2階ですね。よいしょ、201の名走りというお部屋に宿泊します。あ、一番奥ですね。あ、扉が開いてる。はい、こんな感じの玄関で、すぐこちら左側に襖があって、でこちら正面がお手洗いですね。よいしょ、洗面所でした。で、こちらがトイレですね。こんな感じのトイレです。で、この襖の向こうがお部屋だと思うんですけど、よいしょ。おー、わ、すごい綺麗。びっくりした。わ、涼しい。布団は敷いてくれていました。8畳のシンプルな和室なんですけど、こちらに披露宴があって、もう目の前の景色が本当にすごいです。こちらにお水が2本あって、そしてこちら冷蔵庫はですね、特に何も入ってません。はい。で、こちらがお月菓子ですね。沖の塩塩言いにくいな。沖の塩塩の塩まんじゅう。せっかくね、沖に来たんでね、こういうの一つは食べておきたいですよね。今日は汗めっちゃかいたんで、今からお風呂に入りに行きます。大浴場はね、撮影できないんで、自分だけ楽しんできます。よいしょ。入ってきました。この絶景を眺めながら入浴してきました。それでは夕食の時間になったんで、食事会場の方に向かいます。はい。ありがとうございます。よいしょ。こちらがね、前菜ですね。白バイ貝の旨煮に湯葉磯あえ、そしてのどぐろの天ぷらです。あとね、他にもいろいろ出てきますね。どんな料理が出てくるのか楽しみです。いただきます。のどぐろの天ぷらからいただきます。ふわふわやね。美味しい。やっぱり島根といえばのどぐろですよね。すごく美味しいです。白バイ貝の旨煮。大小大きさがありますね。まずこのちっちゃいのからいただきます。すごい、こんなにちっちゃい貝なのにこんなに身が入ってるんやね。いただきます。あ、美味しい。タコみたいやね。食感も味もすごくね、旨味があって美味しいです。次はね、お作りが来ました。沖産の岩牡蠣なんですけど、
めちゃくちゃ大きいし、このね、重量感がすごい。その横にあるのが、さっき食べたね、白バイ貝ですね。お刺身で出てきました。こちらがですね、境港産の本マグロにカンパチ、そして炙りイサキです。全然さっきと違ってコリコリしてる。そうやね、コリコリ。美味しい。磯臭さがね、全然ない。沖で採れた岩牡蠣です。でかー。すっごい。冬場に食べる真牡蠣とは違ってですね、クリーミーさはないんですけど、夏にね、食べたくなるような、すごくね、あっさりしてます。次のお料理はですね、こちら、タイしゃぶですね。タイの切り身がめちゃくちゃ分厚い。で、こちらに、しめじ、水菜ですかね。大根に、岩もずくです。この分厚さやったら3切れでも納得できるね。すごい。あ、すっごい優しい味。このタイのちょっとプリッとした食感と野菜の食感がすごくねマッチしてて美味しいです。こちらはですね、沖黒磯牛のローストビーフ。このソースもすごく美味しそうな匂いがしている。びっくりするぐらい美味しいね。美味しい。こちらはですね、沖そばですね。焼きそばの特徴はですね、お出汁に焼きそばを使用してて、お蕎麦はですね、10割そばだそうです。でね、こちらあったかいお蕎麦です。初めて食べますね。そもそも沖に来るのが初めてなんですけどね。あ、ほんとプチプチ切れる。いや、うまっ。何これ。すごく美味しい。カサゴの生姜あんかけです。生姜のいい香りがする。すごい身が柔らかい。あ、美味しい。すごくね、淡白なんですけど、この魚のね、味自体はすごくしっかりしてますね。白バイ貝っていうのが有名なんですか？そうですね。はい、こちらね、白バイ貝の炊き込みご飯と赤目のね、お吸い物が来ました。白バイ貝が名物だそうです。いろんな大きな食材を楽しめるからいいね。やっぱ宿とかって。宿はね。料理長特製のプリンとオレンジとキウイです。甘い。カラメルが美味しいね。上はね、ちょっとねっとりしてるというか、で下はね、トロトロ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。沖の食材が楽しめてすごく良かったです。今日はこの部屋に戻って寝たいと思います。おはようございます。今日はめちゃくちゃいい天気です。今から朝ごはん食べて出発します。よいしょ。こちらですね。美味しそう。朝食はですね、こんな感じです。もずくの雑炊、煮物にサラダにひき割り納豆、イカのお刺身にタイの釜の塩焼き、お漬物にナスのおひたし、そしてお味噌汁です。いただきます。美味しい。美味しい？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、それではね、チェックアウトします。それでは西郷港の方に向かいます。あ、もう船来てますね。到着しました。今からね、この西郷港からフェリーに乗って内堀島を目指します。約2時間20分の船旅です。無事ね、乗船しました。今から向かう内堀島はですね、沖諸島を構成する4つの有人島の一つで、最も人口が少ない島です。
豊かな自然が残ってて、のどかな風景が広がってます。写真でしか見たことないんで、今から楽しみです。出港しました。海がめちゃくちゃ青いです。この度2回目のフェリーなんですけど、何度乗ってもワクワクします。事前予約ができない船もあるんで、この島に車を置いてきました。次の島からは車を手配してくれてますので、その車に乗って島を巡りたいと思います。この海の色が現実とは思えないですね。めちゃくちゃ綺麗です。もう到着ですね。はい。無事上陸しました。今からね、こちらの車に乗って、ここの観光地を案内していただきます。お願いします。役場小中学校商店農協郵便局診療所一応全部集まってる。ああ、ここが全てが集まってるんですね。これで一番栄えてますみんな暑いから日陰にいるんですよ。すごい。衝撃ですね。ちょっと降りていいですか？これ攻撃してこないですか？大丈夫です、大丈夫です。すごい。うわ、こっち見てる。はい、こちらはもう放牧エリアになるんで、普通に道路に牛が歩いてます。うわ、すごい。ちょっと怖いな。ノンストレスですね。人口よりも牛の数の方が多いんですね。すごい。本当に動かないですね。車慣れしちゃってる。はい、ありがとうございます。はい、港からですね、あっという間に到着しました。今からね、この、石壁という場所を見に行きたいと思います。道中はですね、あんな感じで牛が放牧してるんでね、たくさん、牛が歩いてました。牛が立ち止まって、立ち往生とかする可能性もあるんで、時間に余裕を持って来た方がいいと思います。ここからですね、歩いて5分弱ぐらいで、その石壁が見れるそうなんで、今から向かっていきたいと思います。また道後とまた全然スケールが違いますね。すごい。石壁がね、見えてきました。本当に歩いてすぐなんですけど、ちょっとね、傾斜角度があって、息が上がります。はい、到着しました。こちらがですね、石壁です。こんな感じの場所でですね、東尋坊よりも恐怖を感じます。うわ、怖ー。そして海がね、本当に綺麗ですよね。約600万年前の火山活動によってできた断崖で、岩に含まれる鉄分が酸化することで赤く見えているそうです。先端に立つとですね、その大きさと迫力に圧倒されます。それではね、次の目的地に向かいます。
すごかったな、景色な。よかった。ちょっと怖いぐらいやったな。足振るた。足振るたわ。ありがとうございます。しぶり島海の家、こちらでね、昼食をいただきたいと思います。あ、すごくいい匂いがしてくる。ラーメンがね、有名みたいで、こちらでね、エビ塩ラーメンとエビ味噌ラーメン、注文します。こちらがですね、エビ味噌ラーメンで、そしてこちらエビ塩ラーメン。この塩にしようと思ったんですけど、味噌も気になったんでこちらにしました。はい、それではいただきます。なんかすごく濃厚そう。うわ、うまっ。スープを飲んだ瞬間、口いっぱいにエビの風味が広がって、その後にね、味噌の味がねしてすごく美味しいです。冬だったらこっち、夏だったらこっちって感じですかね。水菜、メンマ、そしてチャーシューが入ってます。いや、本当に美味しいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それではね、次の目的地に向かいたいと思います。よいしょ。到着しました。こちらは赤萩山展望台です。標高はですね、約325メートルあるんで、かなり涼しいです。で、目の前にはこの雄大な景色が広がってて、知振島を代表する展望スポットです。この牧歌的な風景がいいですよね。で、天気が良ければね、本土まで見渡すことができるそうです。あれが中之島、西之島。うっすらと見えてるのが道後ですね。なんかもう当たり前の景色になってきてこれがご飯を待ってます。賢い。ここは水飲み場で、かつここで餌をまいてるので。ありがとうございます。はい、今からね、このフェリーに乗って中之島に向かいます。自然と歴史が残る島で、後鳥羽上皇が暮らした島としても知られています。今ね、郵便物をね、
フェリーからこの車に乗せ替えてます。中之島に上陸しました。このね、フェリー乗り場の前は名古屋をモチーフにした作りになってます。今回泊まる宿はですね、このフェリー乗り場の反対側に見えているこの建物ですね。とりあえずね、まずチェックインしたいと思います。いや、すごく立派な建物ですね。今回宿泊するお宿はこちら、円東です。円東はですね、一般的なホテルとは少し異なって、隠岐ユネスコ世界ジオパークの泊まれる拠点として2021年に誕生しました。島根半島から北へおよそ80キロ、都市から遠く離れた沖ノ島で海や空、大地の成り立ちを身近に感じながら過ごすことができます。2021年に新しく建てられた別館円東アネックスネストと以前からの建物を受け継いだ本館円東ベースの2棟で構成されています。まずはこちらの本館で受付したいと思います。入り口入って突き当たりはですね、こんな景色が広がってます。めちゃくちゃ綺麗。今回泊まるお部屋は別館になるんで、今から別館の方に向かいます。すぐこちらの建物ですね。涼しい。1階にですね、何かいろいろ展示してあるみたいなんですけど、まずはね、お部屋の方見てみたいと思います。こちらですね。この突き当たりにある201のお部屋です。こちらがお部屋です。入った瞬間ですね、この景色です。すごい。こちらにはベッドがあって、でこちらにテラスがあります。海を眺めながらくつろぐことができます。星も見れるかもしれませんね。でこちらがお風呂です。よいしょ。右側にですね、洗面台があります。洗面台のすぐ横がトイレですね。でこの前がお風呂なんですけど、お風呂からの眺めも最高です。こちらブラインドを下ろすことができます。夜はね、船が通らないんで開放感抜群の中でお風呂に入ることができます。こちらにアメニティが置いてます。シンプルなお部屋なんですけど、船の上にいてるようなそんな感じのお部屋です。それではね、夕食の時間まで少しだけ時間あるんで、1階を見に行きたいと思います。別館の1階にですね、いろいろ展示物があるみたいなんで見に行きたいと思います。三葉虫の化石がですね、展示されています。これね、かなり大きいんですよね。はい、こうしたらわかりますかね。三葉虫ってこんなに大きいんですね。ちなみにね、こちらをね、触れることもできます。ジオルームディスカバー、はい、こちらではですね、隠岐の島々がどのように誕生したのか、なぜ北方系と南方系の植物が同じ場所に生息しているのか、そして独自の文化や暮らしがどのように育まれてきたのかを紹介しています。この部屋の中央にあるこのオブジェなんですけど、すべてね、色がついてません。真っ白なんですよね。この展示ではね、あえて色をつけず、地形の形や成り立ちに注目できるようになっています。そして実際に島を巡ることで、
本物の岩石や自然の色彩を体感できるのもこの展示の面白いところです。さっき見てきた石壁なんですけど、こちらも真っ白です。真っ白なんですけど、実際にね、見てきたからこそ、この白い展示にも色が見えてくるような気がします。いや、この考え面白いですね。で、こちらはですね、宿泊者だけではなくて、島を訪れた観光客や地元の方も利用できる交流の拠点になっています。毎日16時から沖やジオパークについて知ることができるアクティビティ、遠投ウォークも開催してます。あと10分ぐらいで夕食の時間なんで、見て回ることはできないんですけど、沖について詳しく知ることができます。この室内と屋外の境界をできるだけ感じさせないことで、館内にいながらも海や空、風景の中に溶け込むような滞在を楽しめます。それでは夕食の時間になったんで、本館のレストランに向かいます。わあ、綺麗。あ、もう日が落ちちゃったね。こちらがレストランなんですけど、目の前は海ですね。はい。ものすごくね、おしゃれな料理が出てきました。デュカサブレというお料理で、サブレの上にですね、お醤油胡椒が塗ってあって、で、その上に、大根のスライスが乗っています。それではね、いただきます。大人なスイーツやね。大人なスイーツやね。美味しいね。美味しい美味しい。今この価格がすごくおしゃれです。おしゃれなお料理が届きました。あ、これちょっと冷たいんですね。あったかいものだと思ってました。こちらね、翡翠ナスだそうですね。めっちゃトマトやね。だしとトマトがね、すごく合いますね。こちらもいただきます。大根おろしと生ハムが乗ってるだけで、まだスープから想像してた味とは全然違う。この冷製っていうのがいいね。すごくね、おしゃれなお料理が来ました。このね、万願寺唐辛子のいい匂いがしますね。すごいハーブの香りもするね。おしゃれすぎて、どう味の表現をしたらいいのかわからんけど、なんか緊張するね。ちなみにね、目の前に見えてる島は西の島で、明日の朝、あの島に向かいます。次のお料理が来ました。いい香りがしてる。バターとじゃがいもみたいな。確かに茶碗蒸しといえば茶碗蒸しやけど、全然味が違う。すごいね、バターが効いてるよね。美味しいんだよ。リゾットですね。東郷産のトウモロコシを素焼きにして合わせているそうです。もうどう説明したらいいのかがわからない。バジルの穂先が入ってるんですけど、これがね、また美味しい。こんなおしゃれな料理はまだまだ早かったな。美味しいしか言われへん。本当に美味しいんやけど、話題を炭火焼きにしたルッコラとおっしゃってました。身がふわふわで崩れちゃうし、皮パリパリやわ。炭火の香りが口の中で広がる。これすごい美味しい。めちゃくちゃうまいね。これを越すことはないやろっていうぐらい美味しい。ほんまに。またとんでもない料理が出てきました。沖牛のランプの部位を炭火焼きにしたものです。めっちゃ分厚い。周りがね、カリッカリで、肉の旨味がね、もう炭火と喧嘩してる。めちゃくちゃうまい。こちらがね、デザートなんですけど、コーヒーのいい香りがすごくしてます。めっちゃうまい。超薄いやけどびっくりしてる。これ上はコーヒーやね。コーヒーで
5期の牛乳を使用してるんですけど、少し塩が入ってるのか、甘みの中に塩味もあって、それがね、すごく美味しいんですけど、その後にこのコーヒーがね、またやってくるんで、めっちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しいからこそ、この味をね、伝えれなかったのが、本当に悔しいです。それでは、温泉に入ったり、あとは部屋でね、ゆっくり過ごしたいと思います。いやー、本当に美味しかったです。レストランの帰り際にこちらいただいたんですけど、デザートのアイスの上にかかってたコーヒー豆と同じコーヒーですね、ドリップコーヒーいただきました。お部屋の紹介しきれてなかったんですけど、冷蔵庫にはこちらお水ですね、あとこちらにですねお菓子がありました。こちらコーヒーに煎茶きんにゃもにゃまんじゅうきんにゃもにゃまんじゅうっていうのと、あとこちら塩キャラメルですね。沖諸島の銘菓なんでしょうか。温泉も入ってきました。真っ暗で景色は見れなかったんですけど、すごく良かったです。今日はですね、断崖絶壁にある石壁と、すごくね、綺麗な青い海と、牛もね、見れて、すごく楽しかったです。明日はね、この沖諸島最終日です。最終日は目の前に見えている西之島を観光します。どんな景色が広がっているのか楽しみです。じゃあね、今日はもうゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝になりました。今日はこの沖諸島最終日、晴れてよかったです。それでもね、せっかくいい天気なんで温泉に入りに行きたいと思います。温泉がこの1階ですね。入ってきました。はい、それでは朝食の時間になったんでレストランに向かいます。はい、こちらがね朝食です。こちらはですね、木月乳業の牛乳だそうです。いただきます。すっごい量のけんちん汁、重た。こちらね、おかわり自由にできるそうです。あ、優しい。骨が通ってる。なんか味付けがあっさりしてるというか、ヘルシーな感じやね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それではね、部屋に戻ってチェックアウトの準備します。それではね、今から西之島に向かいます。よいしょ。はい、チェックアウトしました。とりあえずね、港に向かいます。フェリーが来ました。こっからね、向こうの島までは15分ぐらいです。今からね、別府港に向かいます。無事ね、西之島に到着しました。この島もですね、案内していただけるということで、こちらの車に乗って案内していただきます。お願いします。ここで馬見られるのは結構珍しいパターンです。そうなんですね。親子かな。うわ、すごい綺麗な毛並み。あららら、足が短い。なんでこんな短いの？こっち来る。あら。でもすごい筋肉ですね。わ、すごい絶景。あ、絶景や、ほんとすごい。ありがとうご
ざいます。今からね、摩天街という場所を見に行きたいと思います。周りには牛や馬が放牧されていて、この辺りを普通に歩いてます。展望台に到着しました。ここの標高は257メートルで、左側に景色が広がってるんですけど、こちらがその景色です。こんな感じのね、景色です。パンフレットとか写真でよく見る景色なんですけど、やっぱり実際に見てみると全然違いますね。本当にね、訪れてみないとこの凄さは伝わらないと思います。こんな感じで残念ながらね、ちょっと霧に包まれて景色が霞んでるんですけど、晴れてたらもっと綺麗な景色が見れると思います。ありがとうございます。はい、到着しました。今から見に行く場所がですね、通天橋という場所なんですけど、もう少し奥の方にさっきまで行ったんですけど、ここまで降りてきました。で、この先にですね、その通天橋というのが、あるんで見に行きたいと思います。独特な岩というか、奇岩がすごい。タクシーだけがね、ここは通れるみたいです。一般車両は通れないみたいです。すごい。こちらですね。うわ、すごい。すごいですね。こちらが通天橋です。来るのはめちゃくちゃ大変だったんですけど、思った以上にね、すごい景色でした。通天橋はですね、長い年月をかけて波や風の浸食によってできた天然の岩橋で、自然にできたとは思えないような形をしてます。この辺にね、ちっちゃく見えてるのが今から向かう赤尾展望所なんですけど、この赤尾展望所の下もですね、すごい景色ですね。日本とは思えないような景色です。駐車場まで戻ってきました。ありがとうございます。展望所に行く前にですね、こちらでお昼いただきたいと思います。
アイラさんというお店で民宿もねやってるみたいです。よいしょ。よいしょ。はい、お昼がこちら海鮮丼ですね。すごくね具沢山で何種類ぐらいあるんでしょうか。本当にねたくさんの種類のねお刺身が乗ってます。カニのカニかエビか分からんけどすごくいい香りがしてる。いただきます。どれから食べようと思うね、悩みますね。どれから食べるか。ほんのり酢飯かな。酢飯が苦手な人でもいけるレベルのほんのりさ。ご飯が足りないぐらい刺身が乗ってる。うん、うまい。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。それでは次の目的地に向かいます。やっぱこう島といえば海鮮ですよね。はい、ありがとうございます。到着しました。あそこに見えているのが、赤尾展望所で、すごく景色が綺麗みたいなんで、早速行ってみたいと思います。はい。よし。おー、すごい綺麗。一番初めにいた摩天街がね、ここですね。摩天街があって、そしてここに通天橋があって、今ここにいてるっていう感じです。それぞれ、見える景色が全然違います。ここがね、最後の目的地となりましたけども、皆さんいかがだったでしょうか。本当にね、大満足の旅でした。それではね、港の方に戻ります。だね、今からこちらのフェリークネガに乗って最後の方に向かいます。はい、無事乗船しました。たった2泊3日だったんですけど、すごくね濃厚な3日間でした。2泊3日の隠岐諸島の旅、いかがだったでしょうか。実際に訪れてみると映像だけでは伝えきれないほど壮大な自然が広がっていて、島ごとに全く違った景色に出会うことができました。どこか日本でないような長い年月をかけて作られた独特の景観、その中で暮らす人々や島に流れるゆったりとした時間も隠岐ならではの魅力だと思います。ここを訪れるときっと今までとは少し違った世界が見えてくるはずです。皆さんにもぜひ一度隠岐諸島を訪れてこの景色を実際に感じていただきたいです。